こんにちは、ちぼです。今日は実際に旅してみて分かった旅の便利グッズレビュー7選をお届けしようと思います。ではまず早速1個目ですね。まずはフットレストです。膨らむ、実際に足元に置くフットレストになります。で、これのいいところというのは、ここがポンプ式なんですね。自分の口で空気を入れて膨らますやつもあると思うんですけど、やっぱそれだとちょっとね、衛生的に不安な方とかもいらっしゃると思いますし、女性の方だとメイクをしているタイミングで飛行機に乗られる方もいらっしゃると思うので、いいんじゃないかなと。ちょっと説明が不足しましたが、これは飛行機で長時間とか乗る時に足が辛くなっちゃうから、足元にこれを膨らましてクッションとして置くフットレストという商品になってます。これをこうやってね、ここを押して膨らましていくんですよ。ちょっとこれ時間かかるから早回しに。ここは本当軽い力で押せるようになってるので、別に女性の方とか力は必要としないです。はい、膨らみました。だいたい3分くらいかな。今私3分くらいで膨らませました。これをこうやって床に実際に置く。分かりづらいね、これまた。肌触りもちょっとスウェード調というか、こういうサラッとした感じなんですよ。冷たいとかもないし、バシッと膨らむんで安定感もすごいあります。こんな感じね、わかるかな。長時間ね、飛行機乗ったりとかするとすごい大変じゃないですか。足とかもね、パンパンになったりむくんだり辛いとか、すごい楽です。快適に過ごせます。で、今ちょっと座りながら喋ってるんですけど、ちょっと難点とかを言うとすると、潰せばコンパクトっちゃコンパクトなんですけど、やっぱり言うてこれだけのね、布面積があるんで、ぐしゃってまとめたとしても、やっぱある程度の幅というか場所は取ります。軽量化を一番に重視する方にしたら、ちょっとこれは大きな荷物になっちゃうのかなっていう気はしてます。あとはですね、前の動画で言えなかったので、改めてこちらでお伝えをさせていただきたいんですが、航空会社によっては NG ってもう言ってるところがあるんですね。これ使わないでくださいって言ってるところがあります。で、私が動画で説明をしたタイミングでいいなって思って買っちゃったんだけど、実際のフライトで使えなかったっていうことがあると、ちょっと申し訳ないなと思うので、航空会社によって使用禁止されている場合もありますので、実際に自分が乗る航空会社さんを調べてみてください。あとはやっぱりですね、使い方っていうのはね、皆さんの配慮とかそういうところを考えていただければいいんじゃないかなと思います。でもね、すごく本当に足は楽になりますよ。これは長時間のフライトの時はもう本当にこれがあると助かります。はい、以上フットレストのこちら大きいバージョンでした。続いては吊り下げ式のフットレストです。はい、先ほどのこっちの膨らませるこれとはまた違うスタイルのフットレストになるんですけど、これは前の飲み物とか開けるところに吊り下げて使うフットレストです。なのでこうやって膨らませる手間もないし、あとはこのようにコンパクトってことですね。これ折りたたむとちょっと大きめの手帳ぐらい。これはすごくね、コンパクトだし軽量です。足をどければそのままここは通れるようになるので、通路側とかでも使いやすいのかなと思って、私はマレーシアではこれを使いました。でね、個人的には全然これで十分だなって正直思っちゃいました。なので私多分今後はこっちよりもこれの方がメインで使うかなって。前の座席のところにシュッてかけるわけです。で、かけて、なんかそう私腹筋めっちゃ今鍛えられる。こういうことです。こういうことです。はい、動画を撮りながら今腹筋を鍛えております。楽です。私的にはね、全然これで十分だなって思いました。十分足を伸ばすことができて調整が効くので、逆にこっちよりも高さは調整できるかな。私はね、これすごいいいなって思いました。次の旅でもこれは使おうと思ってます。以上、フットレストのちっちゃい吊り下げ型でした。続いてはセキュリティポーチのウエストポーチ型ですね。セキュリティポーチっていうのは現金とかパスポートとかそういう貴重品を身につけておくっていうものになります。で、これがウエストに巻きつける型のセキュリティポーチになってます。素材はライクラ素材っていう素材らしいです。はい、すごい丈夫です。で、ポケットもここ開けて、まずここに大きいポケットがあって、今度ね3枚ぐらい入れられます。はい。で、ここをボタンでまずこうやってね開けられるようになってるんですよ。で、裏側にこの蓋の裏側にももう一個あるようになってるんですね。で、カラビナとかもついてるからなんかつけられるし、でここにもカードが3つぐらい入れられるように
なってます。はい、収納力は抜群です。で裏側にはメッシュ素材のポケットがついてるんですよね。ここにもこんな形で、はい、ついてます。で多分ここイヤホンかな、イヤホン、あ、イヤホンだった。よかった。ここイヤホンとかこうコードを通せるようになってます。はい、使ったことなかったけどよかった、合ってた。はい、スキミング防止素材を使ってます。で個人的にはこのねメインポケットに行くまでに一回これが蓋になってくれてるっていうのが個人的に好きです。これだけのものもあるんですよ。これはここに行くまでに1個こうやって蓋をしてくれてるっていうのが個人的に好きです。その分収納も多くなるっていうのが私は個人的に気に入ってます。ただね、その分ウエストのここら辺とかに入れてるからお腹周りはちょっとねもたつくっていうのはあります。でもやっぱ身にしっかりお腹にパンってつけてるっていうのはちょっと安心感がありますね。ただセキュリティポーチをお腹につけてるから絶対安心だって思ってるとね、その隙をこう狙ってくるスリの方もいらっしゃると思うので気をつけていただきたいなとは思います。あとはですね、結構ねこれを買った時とかに口コミとかやっぱ調べてた時に見たのが、なんか長財布は入りませんでしたとかね、いろいろ散見はされたんですね。ただこれって私思うんですけど、セキュリティポーチっていうのは最小限の貴重品を入れて身につけとくものっていうものなんだと思ってるので、多分これの用途っていうのはバッグじゃなくてセキュリティポーチなので、最小限のものだから長財布とかじゃなくてもうここに現金を入れるっていうことなんですよね、直接。で公式サイトでもそういう風な説明はされてるので、そこはねこの動画を見てくださってる方とかも理解した上でこちらを使って購入していただくといいんじゃないかな。以上セキュリティポーチのウエストポーチ型でした。続いては首下げ式のセキュリティポーチになります。こっちはこうやって首に下げて使うやつですね。こういう感じで使いやすさとかアクセスのしやすさはもう断然こっちです。こっちの方が便利です。すぐにねパッてここをピッて出せますから、はい、便利っていう意味ではこっちの方が使いやすさは良かったです。素材はスキミング防止素材、こちらも使ってます。でこちらのすごいところはねリバーシブルなんですよ。ちょっと汚れちゃってて申し訳ないんですけど、私のはでグレーと黒で使えるようになってます。なのでこっちにも入れられるしこっちにも入れられるしっていう感じで、これもね収納はめちゃくちゃいいです。口上開けてもらうと普通のなんもないただのポケットになってて、これほんとスマホとか入ります。はい。でこっちはカードが126列になってて3段6枚入りますね。なのでカード入れたりとか、あとは現地とかでなんかスイカ的なカードがある国とかだったらそういうのも一緒に入れておけるようになってますっていうのが、こっちも同じ内容で2個裏表になってます。これは本当にすっごい便利だったので、私は正直マレーシアとかでなんかご飯食べに行くだけとかの時とか正直もうこれだけ持って行ってましたね。スマホ入れて充電器とかも一緒に入れてティッシュとかウエットティッシュとか使い勝手はめちゃくちゃ良かったです。ただ自分が行く旅先の治安とかに合わせて使い分けするのがいいのかなって思いました。ちょっと治安の悪い国とか行くとやっぱスマホとか持ってるとそのままこうバイクとかでピュンとか取られちゃうとか、なんかバッグとかそのままピュンって取られちゃうとかあるので、やっぱどうしてもこうやって首とかに下げてるとそのままこうね引っ張られてとかあるかもしれないので、そんな危ない国に行くかどうかあれなんですけど、ただこれはめちゃくちゃ私的には使いやすくて良かったですね。以上首下げのセキュリティポーチでした。続いてはネックピロー、折りたたみ式のネックピローです。私もともとなんかもうずっと前に買ったクッション型の持ってたんですよ。荷物になっちゃうからっていうことでちょっとね改めて新調した折りたたみのネックピローになります。すごいでしょ、だってこんなちっちゃいんだよポーチね、これぐらい。これは普通に自分のよいしょ口でふーって息を入れて膨らますやつになるんですけど、膨らましてみようか。はい、10秒ぐらいかな。こんな感じですぐに膨らみます。でこういう感じでシュッて寝るっていうやつですね。はい、やっぱりね折りたたみ式いいです。で意外と素材もそんな硬い素材ではないのでなんか首に当たって痛いとかもないです。使い終わった時ももうほんとすぐここをねパッと押してシューって入れるだけなんで、もうこれですぐにほら早い、こ
こんな感じでね、でこれで畳んで折りたためるっていう感じです。荷物も少なくなったし、軽量で身軽に旅したい人にはいいんじゃないかなって思います。今100均でもありますよね。まずはね、100均とかで試してみていただいてもいいかとは思うんですけど、この折りたたみ式とっても便利でおすすめです。以上、折りたたみ式のネックピローでした。続いては全世界対応型の、変換プラグですね。じゃん、こちらです。これは私みたいなタイプの人にはすごいいいアイテムかなって思います。私は結構抜けてるタイプなので、これを1個持っておけばなんか数カ国行って形の違うものがあってもこれ1個で済むし、あとはこのね 分かった USB ポートがついてるっていうのもすごい私的にはありがたくて、もっとねやっぱちっちゃいやつとかもあると思うんですけど、それとかになるとこの USB ポートとかついてなかったりするじゃないですか。なのでもう私の性格上はこういうのがいいかな、もう1個持ってればとりあえず安全みたいのがいいかなっていうことで、ね、USB ポートも2個あるから一人旅じゃなくてもね、お友達と旅行行く時とかにもこれシェアできますから、そういう意味でもこれ1個持ってくっていうだけで便利かなって思います。以上、全世界型の変換プラグです。さて最後はジップロックです。すいません、すごいめちゃくちゃ使ってるやんっていうやつ持ってきちゃったんですけど、ジップロックです。はい、私の旅の相棒といったらもうねジップロックなんですよ。っていうのも基本的に私旅の荷物は全部ジップロックに入れてます。着替えとかお風呂グッズとかスキンケアとか、あと化粧品とかもうほんとその他もろもろ大体このジップロックに入れております。いろいろあるじゃないですか。可愛いお洋服入れる用の布のバッグとかスパバッグとか化粧ポーチとか、なんかいろいろ今あると思うんですよ。可愛いの。ああいうの全部使ってないです。はい。理由は重くなるし、やっぱりその分かさばっちゃうっていうのもあります。着替えって言ったら圧縮袋使わないんですかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そもそもね圧縮袋を入れないといけないようなニットとかねはなるべく持ってかないようにしてる。山用のインナーとかあったかいもので薄いやつとかにしてかさばらないようにして A4 サイズぐらいのジップロックに入れてます。またやっぱなんか布のものとか可愛いポーチとかになると汚したくないなとか取り扱いに気使っちゃうと思うんですけど、これ全然気使わないでいいですからね。汚れたっていいし、破けたらまた新しいの使えばいいやっていう意味ではもうほんとこういうのでいいんです。これがロマンなんですね。自己ロマン追求型みたいになってます。はい、ジップロックに入れてる、旅してるなみたいな感じのねあります。服とかもね入れてちょっとこう手で押せば圧縮されるんですよ、ピタッて。なんで全然これでいいです。はい、ということで荷物は全部ほぼジップロックにしていて、もうずーっとこのスタイルですね。いろいろ試しました。私も最初は可愛いポーチとかなんか可愛いお洋服入れとかに入れたり圧縮袋も使ったんですけど、一通り全部試して最終的に帰ってきたのがもうこのジップロックでした。なのでこれからもジップロックにはお世話になります。ということで私の、旅便利グッズ最後はジップロックでした。以上がですね、私の実際に使ってみて便利だなって思った旅の便利グッズレビュー7選でした。はい、なんか購入しようか迷ってる方とか便利グッズないかなって探されてる方とかの参考になったら嬉しいです。私のまだ少ない経験の中での実際使ってみて便利だなって思ったものを紹介してみましたので、はい、もちろん私の個人的なあくまでの感想主観になりますので、皆さんそれぞれに見てくださってる方にもいろんなスタイルがあると思います。ご覧になってる皆様の旅のスタイルだったり価値観とかと合わせて参考にしていただければと思います。はい、今後もですねまたいろいろ旅に関する情報や、自分の好きなことを通していろんなことを発信していこうと思ってますのでよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったら、高評価やコメント、チャンネル登録などよろしくお願いします。なんか感想とかねコメントいただけるととっても嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。